実際この嫉妬ってあるんですかね、女性陣の皆さん。私はあんまりないんですけど、はい、普段からネガティブ思考な方ですか？なんで世間も考えるような心配性みたいな癖はあるかもしれないんですけど、だからそういう部分もあるのかなと思いましたね、聞いてて。発言してる内容が全部ネガティブな発言だったんで、それでいろいろ考えてっていう風になっちゃってるのもあるのかなって今。私だっていろんな人に嫉妬しますし、憧れもありますし、羨ましいと思う友達はいっぱいいますけど、すごくネガティブな気持ちになっちゃう嫉妬って自分の現状なり、もしくは自分が選びたいと思っているような道が障壁だらけだったりする時に、私はそれで諦めたのにこれで得してる人がいるとかいう時に思う人も結構いるとは思うんですけど、佐藤さんの考え方は私はすごくどちらかといえばそのタイプだったし、私もどちらかといえばネガティブだし、産む選択も産まない選択も基本的にはフェアにできる世の中がいいとのは前提としつつ、その考え方にみんながなってしまいがちだとしたら、それはやっぱり社会福祉の問題だと思うんですよ。子供を産むことが女性の幸福度が下がるとしたら、それやっぱりその本人の問題とか子供の問題じゃなくて社会の問題ですよね。子供を産むことが女性の幸福度を下げるような社会であるとちょっと思いますね。かつては村でみんなで子育てしていた時代があって、そうすると産んだ人でも産まない人でも子育てに参加している感もあったけど、今って本当に子供いないと子供ともうなんか10年ぐらいあんまり触れ合ってないみたいな感じで、どこに生息してるのかもあんまり知らないぐらいだったんですよ。まあ友達の子供とかは会うけど、私が行くような場所には子供あんまりいないし、ということはどこかで誰かがこもって割と押し付けられて社会にやってるから、要するに男の幸福度は下がらないのに女の幸福度が下がるとしたら、その社会は福祉のお金のかけ方が間違ってますよねと思います。子育てしやすい環境じゃない今の社会が問題。本当にもうなんか1000万ぐらい子供産んだ手当欲しいぐらいっていうか、お金のことを考えると女性も働かなきゃいけなくなってくる、そういった時に社会復帰した時に働きにくいっていうのは本当に問題ですね。なんか努力しないと保育園に入れないみたいな社会線にいるわけじゃないですか。でお金をかけないで育てようと思うと本当にいっぱい根回しして入んなきゃいけない。でお金がかかるとかもすごいかかっちゃうとか、ある程度子育て手当の手厚いヨーロッパの国とかの施策を見てると、日本はお年寄りには優しいけど、割と子供には冷たいっていう感じはしますよね。ありますね。西野さん、実際に今お話ありましたけども、この子育て世代の母親が社会復帰するわけじゃないですか。会社によってはお荷物扱いちょっと疎まれるっていうことも実際に起きてるわけですよね。この点についてはどういうふうに考えますか？私はどちらかというとポジティブ思考な人間なので、そんなの今考えたって先のことは分かんないなって思うから、私の場合は旦那さんが年が56歳なので、自分のことを優先してたら2人の子供を作るっていうことのタイミングを逃してしまうんじゃないかなっていうのも結構大きくあって、この年齢で子供を作るっていうことを決心したんですけど、戻れなくなったらなったで何か違うことをやってるんだろうなって自分で思うし、その時どうするかって自分次第だなって思うので、先々のことをそんな考えても誰にもわからないしょうがないし、私の場合はこういう業界なんでね、勤めてるわけじゃないので、お仕事をいただかないとできないので、子育てが忙しくてお話が全然来ないっていうこともあるだろうなっていうのを承知の上で、それでも私は子供が欲しいっていう気持ちの方が強かったので、そのことをもう不安に考えるのはやめましたね。例えばなんですけど、いろんな目標に対して先のでかい目標を考えてもマジどうしようもないじゃないですか。変わるじゃないですか、どんどんこう人生って。だからもうこの手の届く目標を考えるようにしてるんですね。だそういう風に生きてった方が楽ではあるのかなって思うし、考えすぎてもどうにもなんないぞという。社会復帰の後働きづらい環境はあるかもしれないけども、その時はその時だと、なんなら変わってるかもしれないし、環境がまず。しかも自分の考え方も変わってると思うんですよね。なんか今やりたい仕事じゃないのに興味を持ってるかもしれないし、なんか意外と環境的に専業主婦
のままでもいいのかもなっていう状況になってるかもしれないし、多分はい今の感情とは違う自分がいるんだろうなっていうことも思えるので、なんか今の自分の思考でそんな先々のこと考えてもわからないなとは思います。現実的に言うと今物価が上がっていて、でも給料は上がってなくてって考えると奥さんも働かなきゃいけない。でも男性社会で日本はまだ入れ替わってない世代だと思うんですよ。幼稚園にも緊急で呼び出されて仕事の途中に帰る人あはりますね、実際。子育てしてたら仕方ないことだと思うんですね。熱出たなんてそれに対して文句を言う人がいるっていうのが社会でなんでそんな大変なところに飛び込むのかなって。私は寿退社をしてお仕事一回辞めてるんですね、はいで専業主婦今やってます。小学校になったらまたパートでもしようかなってもっと働き方を変えようかなっていう気はしてるんですけど、自分の会社も産休育休っていうのは取れてたんですよ。働きにくくなるっていうのは別に会社が受け入れてたとしても産休取って戻ってきた時の本人の配慮の問題っていうのもゼロじゃない。そこもやっぱりお互いが譲り合わなきゃいけなかったりとか、復帰されると迷惑っていうのって結構聞くじゃないですか。迷惑じゃないとこもあるんですよ。復帰してほしい人もいるわけだから。私はバリバリ男性社会の古臭い日本企業にいたので、上の人を見てるとやっぱり子供を産むと第一線のキャリアから外されちゃうなっていうのは結構見てきたし、大体入社した時って女の方が優秀だから男性って割とその適応してからの伸びのスピードが速かったりとか、いろいろその男女だけじゃなくて、例えば O 型と B 型でも違うかもしれないし、同じ条件で同じ試験入って基本的に男性って育休を多少例えば数週間取ったとしてもキャリアが中断するっていう感じじゃないじゃないですか。子供を産む適齢期と軍と管理職とかに飛び級していく適齢期がかぶってるから不利になるのが嫌でタイミングを逃してしまうとかっていうのもしょうがないとこもあって、女の人別に会社行って疎まれるっていうんだけじゃなくて自分の考え方が変わっちゃって子供ともっといたいとかって言ってなって、そうなるのもちょっと怖いなっていう気持ちも若い時は多分ある。こんなに好きな仕事なのにこの優先度が下がっちゃうのってちょっと怖いなって思う気持ちもある人はあるだろうし、この仕事をやってても結局は私が抜けた穴は誰かが埋めるが子育ては大体が効かないからそっちの方が尊いって思う人もいるし、その辺はもう好みもありますよね。ここまで来てあれなんですけど子供可愛いなと思うし全く嫌いじゃないんですけど、個人的にはあんまり別にいいかなと思ってる感じなんで、ずっとどっちつかずで頭の中で自分でごちゃごちゃしてますね。幸福度が下がるとかそういうのは全くないと思うんですけど、私いらなかったですよ。20代の時なんて子供もあんま好きじゃなかったし、家の中にアンパンマンのものとかあるのが許せなくてだから私のおしゃれな家にプリキュアとか持ち込むなって思ってたし、家庭感がどんどん増えていく。いやそうだってそれまでは頑張って仕事してアマンリゾートとかようやく行けたって時に子供いたら鳩屋ホテルみたいにそっちが楽しいってなるわけじゃないですか。その好みの変わるのも嫌だったですし、私は40になって妊娠したから産む決心ができたって感じですね。やっぱり妊娠したら違いますか？いざ妊娠したら変わりました？いやでも今もだからなんか母子手帳とかに変ななんかキャラクターとかついてるんですよ。なんかもうあれも結構許せなくて通帳とか選べるじゃないですか、はい、なんか母子手帳あんま選べなかったんですよ。真逆タイプすぎてすごい今いろんな人がいるんだなって実感して、私は逆に母子手帳とかキャラクター書いてあったら可愛いやつみたいなそうですよね。それぞれの区によって全然違うんで、母子手帳の絵が。私の周りの友達とかは私の区はこの絵で可愛いとか言ってる側だったんで、子供を育てるっていう母もそれぞれ思ってることとか考え方っていろんな種類の人がいるんだなっていうのを今すごい実感してます。犬猫がめっちゃいるんですよ、そこを育ててて、うわこんな大変なら子供ちょっと無理かもなって考えたタイプで。でも6匹いるんですもんね。6匹います。でここ1年で4匹増えすごいて一緒にしちゃいけないんですけど、ちっちゃい時ってやっぱ外出れないんですよ、子供と一緒って言ったらあれですけど同じくらい手がかかるんですよ、まあぶっちゃけ、無理だって思いましたねぶっちゃけ私は。時間消えました自分の。めっちゃ消えますよ。なんなら収録場ついて服ついてるとかあったし、ちょっと仕事早く切り上げられるっていう方にマネージャーに行ったりだとかで、もうご飯の時間も決まってたりだとか、
散歩もありますね。そう、それを考えたら自分の子供ってなるともちろん可愛いんだろうけど厳しいんだろうなってすごい思いますね。まだ22の意見としては。犬も猫も飼ったことあるんですけど、犬ってもう 100% 大好きって感じするんですけど、猫は程よい距離感で散歩も行かなくていいしって考えると、犬が子供に近いんだなと思って、これは大変だなって個人的には思うんですけど、先ほど足立さんがおっしゃってた最初の幸せ、最後の幸せっていう考えると、トータルの幸せ度は変わらないかもしれない。まだ自分が元気な若いうちにその幸せ度を使いたいですね。お子さんっていう未知なるものによっての爆発的な幸せはあるかもしれないけれども、知性のある人間として考えたいなっていうのが私の意見ではあります。討論も時間が残りわずかとなりました。皆さんに一言ずつ感想を聞いていきたいと思います。西野さん。彼女との話で、食事については僕は割り勘派なんですね。毎回ガソリン代出さないのってどう思いますってことなんですけど、自分が勝手に乗ってて私乗らない時もあって、なのに半分負担っておかしくないですか？5000円ぐらい払ってくれっていうのもちっちゃいし、半分とまではいかないからこのぐらい出してもらえたら嬉しいんだけどどう思うみたいな提案から入っての話し合いだったら、そんなことつべこべ言うやつクソだせえなって思うけど、しようとも思わないし、されるのも嫌かも。いやでもそれはすごいわかる。わかりますクリエミさん。いやいや2人はいい格好してますって絶対。いや楽屋で聞いてごらんよ。お二人は成功者なんですよね。違う。本当にそれは違う。生活にそこまでの余裕がなかったりするので、共有のものを割り勘するのは分かるんですよ。ご飯とか車勝手に買ってるんですよ。私が今妊娠中だからっていうのもあって、なんかすごい学びになった討論会だったなって思います。こんな考え方があるのかと。はい、なんかまあそれぞれね、お子さんがいてもいなくてもそれぞれの幸せの形ってあると思うし、幸せの感じ方もそれぞれ違うとは思うんですけど、この空間ですらこんなにいろんな考え方の人がいるのに、世の中もっといろんな考えを持った人がいるんだなって思うと、やっぱ人間って面白いなって思いました。平和。ミリチャムさん。私にはまだ早いこれは。でもいい気づきになりましたね。そうですね、本当今後に生かせるすごいいいお話だったなと思いますね。はい。西野さんがおっしゃったみたいにいろんな考え方の人がいるんだけど、ある考え方をしてる人にとってだけすごく生きやすくて、ある考え方の人はすごく肩身が狭いとかいう社会じゃないといいなとは思います。はい。時に幸せだったなって言えたらいいんじゃないのかなって極論ですけど、子育てだってパートナーとの関係だってそれで終わりでいいんじゃないのかなっていうふうにちょっと総合的に思いました。私は彼と生きていきたいと思ってまして、社会が変わることによっては考え方変わるかもしれないですけれども、今の幸福を大切にしていきたいなと思ってます。番組としましてはやはり子育てを頑張る皆さんの味方でありたいなと思っています。やっぱり大変な部分もありますからね。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。